こんにちは。お元気ですか？今日は12月2日の火曜日ですね。もう2025年も最後の月になってまいりました。冬ですね。冬支度ってことで、先週ね、島村に行ってあったかグッズを買ってきました。どんなものを買ったかっていうのをね、簡単にですけれども、ちょっとお見せしようかなと思って動画を撮ってみたんですけど、これ数日前撮ったやつですけどね。まずね、こんな感じで、スウェットですね。下履くズボンのスウェットパンツで、あったか素材のやつを買いました。裏起毛のやつね。で、1490円、税込みで1639円かなのやつを買いまして、そうそう、なんかね、あったかパンツもう一個ぐらいあると洗濯してすぐ着れるのに、今日洗濯しなきゃっていうのがね、少し余裕ができるのでいいかなと思って買ってみました。でね、この丈が短いのが嫌だからね、 L サイズを買ったんですよね。試着したの M サイズだったんですけども、M でちょうどいいなって思ったんですけど、座ったりする時にね、丈が短くなるのが嫌だから、L サイズ買ってきました。で、続きまして、靴下ですね。これはお手軽価格のね、河川の靴下ですね。2枚で1組セットになってるやつ、2枚1組2足ですね。2足で590円、税込み649円かな。で、アンゴラ入りって書いてありますけれども、ほとんどは河川でちょっとアンゴラが入ってるっていうくらいなんでしょうね。これも履いてみましたけどね、普通にあったかいかなっていう感じで、もちろんね、ウール 100% とかに比べるとね、履き心地はあれですけど。で、続いて、ホのマークのホカロンのやつのあれです、レッグウォーマーですね。このレッグウォーマーの方は、これも590円か。590円で649円税込みですね。で、ホカロンのって最近よく見ますよね。島村でもたくさん売ってました。で、ちょっとその場で履いてみようかなと思って今ハサミ取りに行ったところですけども、なんかね、レッグウォーマーは去年めっちゃあったかいの買ったら、もうね、他のズボンとか上着をね、あったかくしなくてもレッグウォーマーをすごいあったかいのに履き替えるだけで全然体温がね上がったっていうのを発見したので、今年もね、極暖レッグウォーマーを1個増やしてやろうと思ってね、買ってきました。今回はこういう風にニット素材で、裏側がこのボワボワであったかくなってる素材ですね。お家とかで履くのにね、お家っぽい雰囲気でいいんじゃないかなっていうふうに思いました。このデザインもね、黒地に穂のやつ以外にもね、いくつかあったので、迷ったんですけども、なんか結局これにしちゃって、何日か家で履いてみてるんですけど、とってもあったかくてね、なかなか履き心地も良くてお気に入りになりましたね。だから真冬の間はね、家でこのホカロンのホのレッグウォーマーと去年買った極暖のねレッグウォーマーを履き比べたりしながらね、それで過ごしていきたいなって思います。もう一回言うけどね、上着とかをいろいろあったかいのを買うよりも、とにかく極暖のレッグウォーマーを1本買うっていうことをおすすめします。このスウェットパンツとかのあったかいのを履くのもありなんですけども、結局ね、ここを温めると全身が温まるので、他をやったらあったかいのを買っても足首部分がね、冷えてると全然台無しなので、もうとにかくすごいレッグウォーマーすごいレッグウォーマーを買ってみてくださいっていうことをね、おすすめしたいですね。そんな感じで、はい、今年新入りのレッグウォーマーはこれでございました。でね、あと買ってきたものとしては、この骨盤ベルトですね。骨盤サポーター、これ販売元が島村になってたので、島村オリジナルのシリーズだと思うんですけども、1290円で税込み1419円か
ですね。骨盤サポーターということで、腰のサポーターとは別に売ってて、だから腰っていうより本当骨盤のサポーターなんですよね。で、私はね、20代の頃からその腰を悪くして、あの腰とか骨盤にはねかなりこだわりを持ってて、昔はねこういうちょうどいい骨盤サポーターっていうのが売ってなかったんでね、筋トレ用のゴムを買ってきて、それを骨盤のこの下部分に巻いて、それでエクササイズをしたりしてたんですよ。だから今ねこれを見て、これがあの時代にあればめっちゃ良かったのにって思いましたね。その骨盤にはめるのにちょうどよくて、だからズボンの上とかぐらいにして、上からちょっと長めのあのこうトレーナー的なのをかぶせたりとかね、そんな長いのないかそれで隠せたりできるかなって思うんですけどね。家にいる時はねこう見えちゃっててもいいんで、こう立ち仕事したりとか、ちょっと骨盤エクササイズする時に便利かなって思いました。はい。ということでですね、先週は島村で巣ごもりグッズ、今年の冬の巣ごもりグッズを買ってくることができました。電気ブランケットみたいのもね、ちょっとネットとかで買えたらいいなと思ってるんですけども、去年とかはねそんなことを選んでたり考えたりしてるうちにね、冬が終わっちゃったんで、今年はどっかなっていう感じなんですけども、そうそう、島村とか行くとね、私毎回夏とかは T シャツ、冬とかはねパーカーとかね、トレーナーみたいのとかね、そういうのでちょっと面白いやつ売ってないのかなっていうのを必ず探してるんですよ。ちょっと変なキャラクターのとかいろいろ売ってるじゃないですか、島村って。ど根性ガエルのカエルとか、あとはスヌーピーとか、あのなんかそういうキャラグッズとか、あとはドラえもんとかそういうのもたまにあったりとかするかな。そういうのでこうメジャーなキャラじゃなくてもいいんですけど、なんかちょっとなんだこれみたいな、ちょっとおもろいなみたいな T シャツとかあのパーカーとか売ってたら、家着用にねそういうのを買ってくるのが好きなんですよ。好きなんですよっていうか、好きなんですよっていうほどはこれいいなって思うのになかなか巡り合えないんで、なかなか買えないんですけど、私がいつもこの動画の中で着てるやつのパーカー、ケタクマのパーカーとかあるじゃないですか。あれも島村で買ったんですよね。何年前だろう、8年とかそれくらい前だと思うんですけれども、そう島村に行った時売ってて買って、LL サイズで超デカめのやつ買ったんですよね、家で着る着ようとして。でいくらぐらいだったら1290円とかそういう値段だったような気がするんですよ。かなり2000円以内だったことは確実だけど、1900円とかじゃなくてね、もっとめっちゃ安かった気がするんですよね。でそのケタクマのやつを買って、安いからね、裏地とかペラッペラで全然そんなにあったかくはないんですけど、でも逆にねペラペラ感が家で着るには着やすいんですよね。お洗濯とかもねしやすいし、程よく薄いから。でこうでかいからね、体のラインとかも全然拾わないし、家で着る分にはすごくちょうどいいんですよね。でケタクマのキャラクターもね、なんとなく家で着る雰囲気にぴったりだなと思って買ったんですけど、だからねその後も島村に行くたびになんかこうおもろいデザインのパーカーとか売ってないかなって探すけど、もう何年も買いたいなっていうのに出会えてないです。なんかこういう雰囲気のこういう感じのが欲しいなっていうのはなんとなくあるんですけれども、で最近思ったのは、なんかだったらもう自分でちょっと作っちゃえばいいんじゃないかなってちょっと思ったりとかするんですよ。もう最近ってね、自分でちょっとちゃちゃっとデザインしたものをねそのままプリントして、T シャツとかそのパーカーとかにできるっていうのめちゃめちゃ溢れてるじゃないですか。でなのでなんかこう自分でこういう雰囲気の絵が欲しいなって思うのをちょうどうまくこれだっていうのが出た時にこうデザインして、それを自分で
こう T シャツとかにして、今の時期だったらパーカーとかトレーナーとかですよねにして着たら、なんか気分的にもいいんじゃないかなって思って、そうそう、今度ね、なんかいつかしたいなって思ってますね。そんなすぐやるわけじゃないんでしょうけど、今こういうの欲しいなっていう何かが降りてきた時に作ってみたいなって思います。っていうのもね、この YouTube とか見てると、結構このチャンネルのところになんか知らんけど、こうそういうの出してるのって最近多いじゃないですか。すずりっていうあれかな、ショップなのかな、デザインしたのをなんかすぐあの自分で何もしなくても商品にできて、無在庫販売みたいなやつのやつなんですけど、なんかそれがね、こう自分で買うためにみたいなやつ広告出てきたの見たんで、そっか、自分で欲しいから自分でこれをやるっていうのもありだよねと思って、そしたらなんかこういうのが欲しいなーって、こう何年も何年もね、島村とか、あとはT シャツカンパニーとかね、そういうお店に行った時に探さなくても自分でデザインしちゃえばいいじゃんとかね。そしたらちょっと楽しいですよね、なんかそういうのを着てたりとかしたらっていう風に思ったりとかしました。全然すぐ作るとかじゃないんですけどね、ただちょっとやってみたいなーって、おもろいなーって思ったっていうだけですね。そんな感じですけど、もう12月なんですね、しみじみまだ今日あたりはそんなに寒くないですよね。12月っていうと木枯らし吹いて寒いっていうイメージですけども、まだそんななんだろう、ボフボフしたダウンとかね着るほどでもないかなって思うんですけれども、まだ全然ね、ちょっと羽織るくらいで外出てそんなに寒くないなっていう感じなんですけど、もう真冬が来るのが怖い。それにしてももう12月といえばもうね、この年末お正月とかクリスマスとかそういうシーズンに入ったっていうのがね、ちょっとびっくりですね。もう2025年はこういう年にしよう、こういうのを実現したいなって年始めに書いた紙とかあったんですけれども、もうねそれが2025年終わっちゃうなと思って、今年中に達成したかったことを、なんか別にスキルとか頑張ったりとかしなくてもできることだったら駆け足で何かやっちゃいたいなって思ったりするんですけど、なんていうかぼーっとしてたらあっという間に2026年になって、この日々のというか時の速さに自分が置いてかれちゃう感ってあるじゃないですか。あれと思って、2025年こうだったなとか、こうだったなとかおさらいする余裕もないまま気がついたら2026年明けてましたみたいなね、そういうのありますよね。なのでちょっと最後の年としてしみじみするところはしみじみしたいなっていう気がしたりとかしました。でもね、今年も頑張ったは頑張ったかなと思ったんですけど、でも最近はねちょっと疲れたっていうのもあって、なんだろうな、ちょっと今日ふと思っちゃったんですけど、またちょっと人生休んでもいいかなとか思って、休まないですけど、なんていうかちょっとぬぼーっとまた貯金切り崩し生活というかね、またギリギリの人生いきますかみたいな、ちょっと休みたいなっていう気がして、ちょっとぼーっとしちゃおっかなっていう気がしました。ただね、来年の3月ぐらいまでにはね、これは絶対しようっていう決めてるボリュームのものがあるので、ちょっとそれをね頑張ってどうにかやっていくっていうので日々追われちゃいそうっていうのはあるので、休むことはないんですけれども、ちょっとなんかぼーっとしてもいいんじゃないかなとか思って、私もねいわゆる更年期世代と呼ばれていて、めちゃめちゃもう起き上がれなくなるほど体調つらいとかね、そういうんじゃ全然ないですけど、なんかかったりいいなみたいな、そういうのってあるんで、もうそれをね免罪符にして自分がねだらけるって言ったら違いますね。ゆっくりする
そういう理由もありますので、れっきとしたね。なのでちょっと今はね本とか読んであのそういう楽しみを満喫する時期とかね、ゴロゴロする気持ちよさとかをね味わう時期にしてもいいんじゃないかなっていう気がしたりとか。でも運動とかしてなくて体が衰えてしまう自分がちょっと不安っていうのもありますね。去年の10月いっぱいでねスポーツジム通うのをやめてから全然運動をしてないっていうのもあるので、私の体どんどん退化してっちゃうんじゃないだろうか、大丈夫かなみたいなね、そういう心配もあるんですけども、いかんせん気持ちがね外向きになんないんですよ。外向きっていうのは外に出かける気持ちが起きないみたいなね。だから家にこもってのんびりしてたいっていうのはありますね。まあその反面たまには外に出て誰か友人とお茶したりご飯したりとか、まあそんな疲れないところにお出かけして楽しむとかね、そういうのはしたいなっていう気持ちはあるんですけどね。まあ近くに友人住んでないっていうのもあって、一人で行くので全然いいんですけど、一人でどこかに行って観光したいとか買い物したいとかそういう気持ちはあんま起きてないんですよね。別にそこはしたいとはあんま思ってなくて、人と喋って人といるのを楽しみたいっていうのはあるんですけどね。まあただ人を誘ってまでするのはめんどくさいかなくらいの熱量ではあるみたいな、そんな感じで今年も1年引きこもり生活をしてきたなと。まあ今年まだ1ヶ月あるけどね。でも夏が終わったあたりからたまにちょっとね一人で出かけたりとかして、一人お出かけっていうのはちょこちょこできたから、そういう意味では今年2025年は完璧な引きこもりからちょっと外に出るっていう0.5歩ぐらいのベイビーステップはできたんじゃないかなって思ったりとかしますね。まあみんな2025年はどんな1年を過ごしたんでしょうね、世の中の人は。なんだろう、いろいろ前進したっていう人もいるでしょうし、大変だったっていう人もいれば、何も変わんなかったっていう人もいるでしょうけど、2026年のことをそろそろ考える時期に入ってきたなと。来年も元気で生きれてるといいんだけどと思いつつ、少し物事を動かしたいなっていう気持ちはちょっと出てきましたね今年。去年とかはねとりあえず仕事を始める、完全な引きこもりの無職生活から第一歩として自分で仕事を始めるっていうのに踏み出したわけですけど、今度はねこの収入をキープしつつ、今ちょっとキープできなくなっちゃってはいるんですけど、それはそれで OK として OK じゃないんだけどそれはそれで OK じゃないけど OK として、また新しい気持ちが芽生える年になればいいななんて思いつつでございました。ということで、それではまた。